その作品から放たれるものが本当に私の心を射抜いてしまった。長い中国史の最後の王朝であった清朝はですね、19世紀になってから、あることに直面したわけですね。立ち止まって考えるということだと私は本当に強く思ってるんですね。OK、 こんにちは。今冬休み終わって北京に帰ってきました。でね、私も北京に今回帰ってきてね、もう一個もうはっきり分かったのが、私あまり北京好きじゃないということです。はい、もうこれは今4年目になるから北京に来て、ほんで最初はね、なんか結構てか北京に最初に来た時は何もかも新しいし、大学も新しいし、なんか結構喜んでたんだけど、もう4年目になってね、あんまり北京は住む場所じゃないということが分かりました。なんていうかね、北京ってこう、作られた街なんですね。そう計画して作られた街で、そういう感じがするし、あとは北京って場所がすごく大きいのでね、実は地下鉄とかバスとかいろいろあるけど、実はそんなに便利じゃなかったりするし、で何よりも冬が寒すぎる、そして夏は暑すぎる。でもう本当にね、ちょっとね、留学生活も長いけど、冬に北京はちょっとね応える。冬休み2ヶ月ほどしばらくYouTube 全然更新してなかったけど2ヶ月ほどあって、明日冬休みはね、そのうちの1ヶ月半分ぐらいは、論文を書いて、もう半分は日本でゆっくりというか、いろいろしていました。でその論文はまずはその期末論文としてまだ出すんだけれども、2個書いたんですね。で1つは2週間で書いて、もう1つは3週間で書いたか。で私はね、そのその経験がすごくその経験にすごく満足してて、論文書いた時の自分の、それがどのように自分に起こったかというそのプロセスがとても満足した。で大学にね、この鳥がいるんです。いっぱいいてね、この鳥が、これ私冬休み他に何したかなと思ったら、自分家が茨城にあって、ほんで実家が関西にあるのでね、それで東京と関西をね2回ぐらい往復してたんだけど、名古屋でちょっと用事があって、一旦名古屋で降りて、ほんでそこから奈良までね、奈良に妹がおって、ほんでその奈良に行くのに近鉄の特急に乗って火の鳥に乗って、ちょっと楽しかった。新幹線乗るのとはまた違う旅気分を味わいました。はい、ほんで最近はね、もう移動時間に本を読む。普段ね、もうなんか全然本読みたいものがあっても全然読めないから、そういう新幹線とか、飛行機とか乗る時に本読むっていう習慣に最近なってて、そうするとね、普段読めなくてもなんか読みたいのにとかもやもやしないで済むから。で夏目漱石の心を読みましたね。はい、はい、今部屋に帰ってきた。動画見てしまった。このカメラね、一番最初に初めて買ったカメラだけど、すごくね、小さくて、ポータブルで便利だなと思って。でも全然使ってないでしょ、私これ。だから、月1動画で撮るときしか使ってないから、そのバッテリってなんか使わなかったら予約なるとかなんとか聞いて、いいや。で、今部屋すごい汚いでごめんなさい。でも、今日シーツを変える日だから、ちょっとめちゃくちゃなことになって。漱石の心を読んだ話をしてたんですよね。すごく楽しかったですね、読んでいて。面白い人だなと思って、漱石が要するにその先生、心の中でね、先生っていう人が最後にどういう人生を歩んだ、どういう人だったかっていうことが分かるんですが、こんなにも何が書いてあるかということが重要でない作家なんているのかというふうに思いましたね。つまりですね、漱石はこの本の中でね、あれこれ書くわけですよね。物語があって、こういうキャラクターがあって、こういうことがあって。で、純文学がそういうもんだって言ってしまえばそうなのかもしれませんが、何が書いてあるかって全然問題じゃないんですね。そして何って言葉で何が書いてあるかというのではない。何が書いてない。違う、書かないことで書いてる。
まく言えない。ここでパッて、もちろんね、ここで何かパッてうまく言えてしまったらね、まあそれだけのものなんですけれどもね、やっぱりうまく言えないですが、こんなにも表現しないことで表現しているというか、何も語らないことで全てを語っているですね。漱石という人物に思いを馳せるのですけれども、ちょっと調べたら、その明治の始まった時に生まれて、明治の終わる頃にね、天皇が亡くなる頃に、同じく亡くなったということで、本当に明治を生きた作家だったんですね。そして、で、50歳ぐらい亡くなってるのだったから、そんなに今の、現代の寿命に比べたら短いですよね。でそんな中で、こんなにもたくさんの作品、まだたくさん読んでない作品があって、これからそんだけ多くの残した作品があって、それを読めることをとても嬉しく思っているけれども、その短いって、短くもないけど、こんなにも鮮やかなものをこう残したね、もう本当にどんな人なんだろうっていうふうに思います。それでね、今その本ちょっと日本に置いてきちゃっただから手元にないだけれども、その心のね、後ろにね、批評があったんですけれども、私はその批評は大変私の疑問に答えてくれたものであったと思っています。まさに私の感じていたことが言葉に説明されていて、大変それもすごくわあすごいというふうに思いました。でそこに書いてあったのがね、漱石は、イギリスにでロンドンかどっかに留学かなんかしてたんですね。その時にこう神経衰弱みたいになってうつっぽくなってしまったらしくって、でその時にこれから迫り来る近代というものにね、もう絶望した、簡単に言ってしまえばね、もうちょっと的確に説明するべきかもしれませんがですね。でそれでそんな漱石の眼差しは近代を突き抜けていた。そしてだから現代にこんなにもたくさん読まれて愛されているんだというふうに書かれていたんですね。もう本当にその通りだなというふうに思いました。もう漱石の眼差しは近代を突き抜けて、もう今日のこの私の心を突き抜けてしまったということです。はい。でこの1個前の動画にね、漱石のイメージ画を読んで喋ってる動画が、それを私の漱石とどれだけ感動したか熱く語ってる動画があるんだな、それを見てくださったら結構かと思いますが、信じがたい思いですね、本当に。どれほどどんな人物だったんだろう、私すごく思いますよね。一体どういう人物であればそれほど多くのエネルギーを持って、それほど鮮烈な作品をこのように残して、そして未来に光を放つということですよね。そして私は実際にその光をこう受け取っている。とにかくですね、すごいですね。もうその作品から放たれるものが本当に私の心を射抜いてしまったし、大変共感するところであるし、本当に信じがたい。どうやったらそんなことが一人の人間の内側でそういったことがどうやったらそんな起こるのか、私にはちょっとまだわからないし、でも自分も人生いろいろありますですよね。いろんな時期にいろいろなことを経験して、いろいろそれぞれの時に思うことがあると思います。でも私は漱石読むという漱石というのに、今この時に出会ったこと、今この時に漱石の小説を読んですごく感銘を受けているということに、私は大変な大きな意味を見出していますし、今ここの時に与えられたということに、私はそれをなんていうかね、天から助けが私に入っているのだというふうに思っているわけです。もっと大きなことを言えばね、
はい、本当にそのように思っています。はい。ごめんなさいね。なんかしばらくもしかして今回しばらく漱石のことばっかり喋ってるかもしれないけど、許してね。で、あとはね、この本を読んで、この生態校で読んで、今まだ半分、こんぐらいしか読んでないんだけど、すごく面白くて、なんていうかね、まあ当然ね、中国にこんだけ長い間おる身としても、中国のことはね、自分なりに理解を深めてきたわけですよね。で、その大きな対象を全部理解しようなんていうのは、あまりね、そういうことをする必要もない。むしろそれができたらいいですが、する必要もないですから、例えば一つの視点から、中国を、理解を深めれば、それで、十分、試みとしては十分だと思っていて、例えば私だったら、法学を勉強してるから、例えば修士論文は中国の法制度について一つ書きましたし、そしたらやっぱり法っていうものを通じて中国を知ったという一つのことになったと思ってるし、あとはこういう本とか、特に近代以降、新末からの本を私結構読んだりして、であとは建築ですね。はい。で建築の授業を取って以来、すごい中国建築っていうものに私はすごく興味を持って、そういうのもとても良かったなというふうに思っている。例えば私がどういうところに疑問を持ったかというと、例えば北京に来たら紫禁城がど真ん中に中心にあるわけですよね。で紫禁城は民清と皇帝の住んでいる場所だったわけですけれども、で清の時代はですね、少数民族の満州族が皇帝ずっと代々皇帝をしてですね、そして人口の大多数の漢族を支配していたわけですよね。私はってそもそもそんなことってあるのかってびっくりしたし、そんなことあるのって思ったし、で私のクラスメイトほとんど全員漢族ですよね。もちろんね、少数民族から来てる人もたくさんいるですが、でその人たちみんな紫禁城に行ってなんか何を感じるのかなとかすごく思ってたし、で中国史をでも中国史を見たらですね、例えば秦そうだし元もそうですよね。北方の騎馬民族が元の時代は中国を支配していたと。そしてそれを含めて中華のね中国史中国史と言ってしまったら中国ができてからというのは、それを含めてその中華の歴史だとするその見方は私には私日本からでちょっと理解できないことがあって、でもそれもだんだんなるほどな、そうなんだっていうふうに分かってきたこともあります。はい。でそうですね、長い中国史について思いを馳せた時にですね、三国演義はこのように始まっています。話说天下大事分者必合合者必分か。中国史の中では200年ごとに大体王朝が滅んでいるということで、そのような民族としてね、そのような歴史を経験しているとどのような心境になってくるのかなとか、例えばそういうことを私は想像するわけですよね。でそんな中で常にですね北方民族がこうだって南下して、ほんでそういう脅威がずっとあったわけじゃないですか。それでもう私がこれまで中国いろんなところで城壁を見てきた城池を見てきたと思います。そういう城壁都市とかを見てきてですね、であとは特にその中でも東大はですね本当に漢民族の文化が西安でね栄えた時期でありましたが、東大の仏道ですね、そのインドから、500年頃に仏教が伝播して、その影響でたくさんの芸術作品が生まれて、それを私の動画でもいくつか見てきたと思います。特になんだあと石窟とかですね。でそういう長い中国史の最後の王朝であった清朝はですね、19世紀になってから、あることに直面したわけですね。それが近代化というもので、それはもう日本も全く同じことに直面したわけですね。そして私はこの中国の近代史、新末から近代史ですね、
思った時にですね、本当に私は胸が痛い思いがするんですね。それで中国が、その中国とその土地に住む人々が経験しなければならなかったことを、私は思うわけです。で、それは決して他人事じゃなくて、私たち日本もそうですよね。明治維新の後、不平等条約、中国も同じですね。天津に私2回ほど行ったですけれども、もう天津もありとあらゆる不平等条約を結んでですね、近代化しろということで、そのために文明国の、私たちは非文明国でしたから、文明国のような法律を作れって言って、西洋法制化は全部始まったわけですよね。それで私はうまく言葉で話せるかちょっと自信がないんですけれども、頑張って話してみると、例えば文革について私は一つ立ち止まってずっと考えてたことですよね。私だけじゃない、みんなじゃないけど、一部の人間はもう考えてることですよね。で、文革というのは、中国に起こってしまったことですけれども、別にそれはマウ・ゼドンがあだこうだとかいうのはそれはあるかと思いますが、そういう視点はとりあえず置いといたとして、人間ですね、私たち人類がどういう状況に陥ってしまえるのかということが、一つあらわになった一つの事件だったというふうには思っています。だいたい20年ぐらいの間ですね、中国では自国の文化がありとあらゆる場所で徹底的に批判されたわけですね。でもちろんね、中国の文化の中で、批判されるべき点はいくつかもちろんあったし、それは良かったと思うんですね。例えば女性の地位ですね、転職とか文化もあって、その文革の、共産社会主義のイデオロギーが入ってくる前は女性の地位は本当に低かったんですね。で、今は中国では女性の地位は本当に尊重されているというふうに私ここにいて感じます。でそこからずっと1980年ぐらいになる1980年代からいろんな各方面で中国の伝統文化っていうものを見直す、そこにもう一度再度そこに目を向けるという動きが起こってきたということなんですけれども、私が言いたいのはね、具体的なことがこうだというのはとりあえず置いといてですね、やっぱり人間がそういうことを経験した時の、感情について私は考えるんですね。で、歴史を語る時ってあんまり感情について話さないじゃないですか。でも私はそれを経験した、集団として経験して、そして集団として感じた感情が必ずあったと思うんですね。で、そこってすごく大事だと思ってるんです、私は。で、そういうことが起こって、やっぱり自国の、文化とかね、そういったものを批判してしまった。それは本当にどれほど悲しい経験であっただろうかというふうに私は思うんですね。で、それって多分文革がじゃあ終わったからって言ってじゃあ何もなかったことにはならないわけです。人の感情的な経験というのはそれが終わったからって言ってその後じゃあ何もないということにはならないんですね。で、それで私が忘れられないのはある授業でですね、先生が文革についてちょっと触れた際にですね、要するに言ったように1980年ぐらいまではもう本当に中国自分の文化というものがもう間違ってる、欠点がたくさんある、だから西洋からのものを受け入れなくちゃいけないというふうなずっと風潮にずっとあったわけですよね。でそれで、そういったのの根底にはですね、文革を起こしてしまった自分たちの文化というものは何なのかっていうこの気持ちが根底にあるわけですよね。それで私はもうその教授がなぜ文革が起こってしまったのか、それについて、若干授業で話している際に私は本当にもうなんていうか涙が出る思いでしたね。
でそして最も大事なこととして私が思うにね、私が感じているところによれば、この中国の歴史というのは、例えば私の日本人ですが、日本の歴史ではなかった。でもそれは人類の歴史なわけです。そして私が直感していることとしては、その人類の歴史というのはね、地球のどこかの地域でどこかの民族一部の人たちが経験しなければならなかったことっていうのは、どこかね、大きな場所で私たち全員に還元されている。私は本当にそう思っているんですね。で、なんていうかね、今は例えば文学、私中国におるということで文学を一つ取り上げて話したんですけれども、別に私はその中国文化、これまでの中国文化に何かそれを生じさせうる何か決定的な欠点があったとか、私はそういうふうには決してそういう分析はいくらでもあるかと思うし、それもとても重要な視点ではあるのですけれども、私は別にそのようなふうには考えてないですね。全然考えてない。それは私たち人間を構成する一つの要素。私たちはいつどんな時でもそういう状況に身を投じられるのだという事実だと思います。そしてそういった感情的な経験というのは、私たち日本の歴史として終戦の時にも経験してるんですね。それを多く語られてないだけで、私たちはそういった感情的な経験を終戦の際に同じようなことをね経験しているはずなんですね。でそういうふうに、中国にいてずっと近代からの中国今日まで見てくる中で、私は自分の日本史、自分の日本の歴史というものにもね比較の視点でよく振り返って考えたりしています。で当然ながらね、私がここで喋ってることが何も正しいだろうとか間違ってるとか、そういうことが大事なことではない。何が大事かって言ったら、立ち止まって考えるということだと私は本当に強く思ってるんですね。で特にね、それは非常に難しいことだと思います。一つにこの現代のね生活のスピードというのが特にとても早いですよね。で、北京なんかにいたらもうめちゃめちゃ早くて、あれよとみんな本当にもう立ち止まって考えることも立ち止まることがはばかられるような雰囲気がありますよね。でもそういう状況だからこそ立ち止まって考えるというのがとても大事だというふうに思います。というわけで、そうね、今後のチャンネルの方針としては、私もね、そんなたくさん更新できないわけではないですが、自分のね、いろいろやってることのプロセスですね、をもう少しシェアできたら、いいかな、面白いかなというふうに思いますね。何かやるにしても、どういう考えに基づいて私がそれをやっているのか、ということですね。あとは私が普段いろんなことを疑問に思ってるですが、その疑問に思ってなんで思ってることとかもいろいろたくさんあるし、そういうことも話せたら面白いだろうし、あとはね今年はヨーロッパにね、行く予定をしていて、長期の滞在になる予定なのでね、とても楽しみ。ヨーロッパ行ってことないのでね、でそういうことなのでね、そういう私の新しいジャーニーを皆さんとシェアできたら、とてもそれは楽しいだろうというふうに思います。はい。なんかちょっとまとまれない感じになってしまったんですが、2026年ですね、この1年がね、皆さんにとって本当にね、素晴らしい1年となりますように。で、私もね、とても今この1年をね、どんな風になるかなと考えると、ちょっとね、ドキドキとワクワクという感じです。で、そうですね、アイディア、そして視点ですね、これが大事です。で、私に多くの新しい視点が与えられることを私は本当に今年一つ願っています。で、なんていうかな、どれだけ小さくてもどれだけこんなことって、例えばいつもコーヒーこれ飲んでるけど、今日は別のテイストにしてみようかな、いつも食べてるお菓子だけど今日は別のテイストにしてみようかなとか、本当にどんな小さなことでも頭でふっと思ったことって、これって大事にしなくちゃいけないんですね。本当に。で、はい。だってどんな小さなことか大きなことまでアイディアというのは与えられるものですから、自分の頭で頑張って生み出すものではありませんから。で、
これをね、ですから、だってそのアイディアは誰でもない、他の誰でもない、あなたに与えられてるんですから、私のもので、それは私に与えられたものは私のものですから。だからそれはね、やっぱり大事にしなければいけないと思っています。はい。はい。じゃあね。はい。もうぐたぐたで、もう。はい。そういうわけで、はい。